ちょっと想像してみてほしいんですけど、今これを聞いているあなたが、頭の中で完璧なアーキテクチャとか、誰も思いつかなかったようなすごいアルゴリズムをひらめいたとしますよね。最高の瞬間ですね。で、それを急いで形にしようと思って、キーボードに手を伸ばして、もう猛烈な勢いでタイピングを始めるわけです。でも、画面に表示される文字が、あなたの指の動きからほんのコンマ2秒だけ遅れてついてくるとしたらどうでしょうわ、それはきついですね。う？ですよね。おそらく数分後には、もうなんか画面を叩き割りたくなるほどのフラストレーションを感じるはずなんですよ。いや、本当にそうだと思います。まさにそのコンマ数秒のズレっていうのが、人間の認知システムにとっては、最大のノイズになっちゃうわけですよ。最大のノイズですか？思考のスピードと機械からの物理的なフィードバックの間にほんのわずかでもラグが生じるとですね、脳は無意識のうちにちゃんとタイピングできているかなって確認にリソースを割き始めちゃうんです。なるほど。本来ならロジックに集中したいのに、指先の確認に脳みそを使っちゃうわけですね。そうなんです。結果としてせっかくの深い集中状態、いわゆるフロー状態から一瞬にして引きずり出されてしまうんですよ。いやー、もったいないですね。ということで、今日の深掘りでは、まさにその摩擦をテーマにしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。私たちが日々直面するテクノロジーとの摩擦とか、チーム開発の摩擦、あと情報過多による脳の摩擦ですね。そして最終的には最も複雑な人間関係という摩擦まで。これらをどう排除して最適化していくのか。ミクロな話からマクロな話まで一気につながっていきそうですね。そうなんです。一人の技術者のライフサイクルを解き明かしていく。そういうミッションで進めていきます。今回も一見バラバラに見える4つのソースを用意したんですが、まずはその一番ミクロな世界、タイピングの摩擦について深掘りしていきましょうか。わかりました。今回参考にしている小松博之氏の2026年3月のレポートですね。これによると Google 日本語入力がバージョン2.32から3.33へと大幅にアップデートされたんです。はいはい、ありましたね。ここで注目すべき最大の技術的トピックがありまして、それが MacOS 版がついに Apple Silicon にネイティブ対応したという事実なんですよ。つまり、これまで間に入っていた、ロゼッタ2っていう翻訳レイヤーですかね。それを通さずに直接動くようになったっていうことですよね。その通りです。でもそもそもロゼッタ2って裏でかなり優秀に動いていたじゃないですか。ユーザーとしてはあんまり意識してなかったというか、これがネイティブ対応になることで先ほどのコンマ数秒のラグが劇的に変わることのインパクトって本当にあるんですか？そこがシステムの面白いところでして、確かにロゼッタ2は驚異的な技術なんですけど、本質的には X86 という古いルールの言語を ARM という新しいルールの言語にリアルタイムで通訳している状態なんですね。通訳、なるほど。つまり、あなたがキーを叩くたびに、裏では見えない通訳者が、この入力は新しいチップではこう動かすんだよなって、毎回毎回変換処理を行っていたわけです。毎回ですか。それは確かにちりつもでラグになりそうですね。これがネイティブ対応になるということは、その通訳を介さずに、チップの母国語で直接命令を出せるようになるということなんです。なるほど。毎回挟まっていた通訳がいなくなるから、純粋にマシンの処理速度がそのまま指先のフィードバックに直結するわけですね。なんか気づかないうちに足に巻かれていた重りをやっと外せたみたいな感覚ですね。まさにその通りです。そして重要なのは、この微小なラグの排除がもたらす心理的な影響なんですよ。心理的な影響というと？人間って道具が思考と同じスピードで反応し始めると、道具を使っているという意識すら消失するんです。道具が透明になるみたいな。タイピングという行為が完全に透明化して、純粋なロジックの構築にだけ脳の全エネルギーを注ぎ込めるようになるんです。これが最大のメリットですね。いや、それはすごい理想的な状態ですね。ただここでちょっと一つ疑問があるんですけど。はい、何でしょ今の時代ってAI による自動コーディングとか LLM を使ったドキュメントの自動生成がもう当たり前になっているじゃないですか。もうコパイロットとか日常的に使いますからね。ですよね。コードの大部分を AI が書いてくれる時代に、人間が直接文字を打ち込む IME のパフォーマンスにそこまでこだわる意味って本当にあるんでしょうか？なんかもはやタイピング自体がちょっとレガシーな行為になりつつあるような気がするんですけど。それは非常に鋭い視点なんですが、
実は現場では全く逆の現象が起きているんですよ。逆ですか？どういうことでしょなぜなら、どれほど AI が高度なコードを生成できるようになったとしても、その AI に対して何を、どういう制約で、どのようなアーキテクチャで構築すべきかっていう意図を伝えるプロンプトは、依然としてテキスト入力に依存しているからです。なるほど。言われてみれば確かにそうです。AI っていう超優秀な部下ができたからこそ、的確な指示を出すための言語化のスピードが、これまで以上にボトルネックになってくるわけですね。その通りです。AI との対話もそうですし、複雑な要件定義、チームへのチャット、これらすべての土台は依然としてタイピングなんですよ。確かに、タイピングから逃げることはまだできなさそうです。基礎となる入力インターフェースの摩擦をゼロにすることは、その上に乗るすべての開発プロセスのスピードを底上げする最も強力な最適化だと言えるんです。いやー、面白いですね。指先のコンマ数秒の遅延をなくすことが、全ての生産性の起爆剤になるなんて。はい、ミクロな改善がマクロに効いてくる良い例です。さて、じゃあこれで、私が思考のスピードと10日でアウトプットできるようになったとしましょう。完璧な環境を手に入れて AI を駆使して猛烈なスピードでコードを量産する無敵のエンジニア状態です。素晴らしいですね。でも、もし私の書いているロジックの根本が間違っていたら、私超高速でシステムに大穴を開けまくるただの危険人物になりませんか？まさにそこなんですよ。それが個人からチームへと視点を移した時の最大の課題になってくるんです。なるほど。個人の暴走をどう止めるかですね。個人の生産性が極限まで高まった時に、その大量の出力が本当に正しいのか、チームとしてどう品質を担保するのか、ここで登場するのが2つ目の資料であるエンジニアリングチーム向けのコードレビューのベストプラクティスです。2026年本ですね。Google のエンジニアリングプラクティスに関する内部ドキュメントですね。これ読みましたけど、非常に強い言葉で書かれてましたよね。コードレビューこそが欠陥を見つけるための単一で最も効果的な方法であるって。はい、明確にデータとして出ているんです。このデータが示しているのは、自動テストとか静的解析ツールがどれだけ進化しても、最終的なアーキテクチャの妥当性とかビジネスロジックの破綻を見抜くには、人間の目によるレビューが最もレバレッジが効くってことなんですよ。レバレッジ。つまりテコの原理ですね。そうです。でも、正直なところ、現場で開発をしているあなたも感じていると思うんですけど、コードレビューってめちゃくちゃフラストレーションがたまりませんか？まあわかりますよ。耳が痛い話ですよね。自分が最速でコードを書いても、他の人のレビュー待ちで何日もプルリクエストが放置されたりして、全体のスピード感からするとむしろ強力なブレーキになっているようにすら感じるんですよ。なぜこれが最もレバレッジが高いと言えるんでしょうか？それはですね、ソフトウェア開発におけるバグの修正コストは発見が遅れるほど指数関数的に増大するという残酷な法則があるからなんです。指数関数的にですか？それはちょっと怖い響きですね。はい。もしコードを書いている本人がその場でタイピング中に気づけば、修正コストなんて数秒ですよね。バックスペースで消すだけですからね。でもそれがコードレビューをすり抜けてテスト環境に回って最終的に本番環境にデプロイされてからバグが発覚したとしますよね。うわー、想像しただけで胃が痛くなりますね。その場合、原因の特定から始まってサービスの停止、顧客への謝罪、データのロールバックとか修正にかかるコストや時間はコードレビューの段階で直すのに比べて何百倍何千倍にも膨れ上がってしまうんです。なるほどな。つまりコードレビューの時間っていうのは未来に発生するかもしれない天文学的な負債の利子を今のうちに数百円の手数料で帳消しにしているようなものなんですね。まさにその通りです。極めて安い保険なんですよ。それにコードレビューの目的ってバグ探しだけではないんです。と言いますと？より重要なのは暗黙知の共有なんです。レビュー通じてなぜこういう設計にしたのかとか、今の最新のトレンドではこのライブラリを使うべきだといった知識がチーム全体に伝播していくんですよね。単なるチェック作業じゃなくて知識の同期プロセスでもあると？この知識の同期プロセスこそがチームとしての最大のレバレッジを生むんです。そう考えるとコードレビューって単なる文法チェックではなくてロジックと設計のスペルチェッカーみたいなものですね。良い例えですね。まさにスペルチェッカーです。ただそのスペルチェッカーが正しく機能するためにはレビューする側の人間の辞書が常に最新版にアップデートされてなきゃいけないですよね。そこが次の問題なんですよ。もし私が5年前の古いアーキテクチャの知識のままでレビューをしていたら、
若手が書いた最新のモダンな設計を間違っているって突き返してしまうかもしれないじゃないですか。まさにそのレビュアー自身の知識の陳腐化っていうのが次の致命的なボトルネックになってしまうんです。それは怖いですね。老害スペルチェッカーになっちゃう。IT 業界みたいに進化のスピードが速い領域でどうやって後半で最新の知識を維持し続けるのか。これが3つ目のテーマに直結してきます。そこで登場するのが今回の3つ目の資料ですね。ペンギン氏が提唱するオライリーオンラインラーニングで始める技術書多読という読み方の記事です。はい、これ非常に実践的なアプローチですよね。この資料では技術者が抱える永遠の悩みについて書かれています。技術書が高すぎる。買っただけで満足して積み読になる。そして一冊読むのに膨大な時間がかかるっていうもうあるあるな問題ですよね。エンジニアなら誰しも一度は通る道です。これに対する一つの強力なハックとして多読という解決策が紹介されているんですよね。そうですね。従来の本を買って1ページ目から最後まで順番に熟読するというパラダイムから脱却しようという提案です。なるほど。代わりに巨大な外部データベースにアクセスするためのインデックス、つまりサインを脳内に構築するというアプローチに切り替えるんです。このインダックスを作るっていう感覚すごくよくわかります。例えるなら毎回5000円の高級ステーキを買って食べきれずに腐らせてしまうより脳の食べ放題ビュッフェに行くような感覚ですよね。面白い例えですね。もっとシステム寄りに言うならインターネット上のすべてのデータを自分のパソコンにダウンロードしようとするんじゃなくて頭の中に DNS サーバーを構築するようなものというか。そのメタファーは非常に的確ですね。ルーティングプロトコルで詰まったな。あの知識の IP アドレスはどこだっけ。そうだ、オライリーのラクダの表紙の本の第3章だみたいにデータの本体じゃなくてデータのありかポインターだけを頭に入れておくわけですよね。まさにそれです。DNS ルーターがあれば必要な時に必要な場所に一瞬でアクセスできますからね。技術書の多読っていうのはまさにそのルーターのルーティングテーブルを広げていく作業に他ならないんです。なるほどな。資料でも推奨されているように目次を舐めるように読んで最初の初めにと各章の内容だけをつまみ食いしていく。これによって世の中にどんな記述が存在してそれがどんな課題を解決するのかっていうマッピングだけを先に行うんです。でもちょっと意地悪な質問してもいいですか。はい、どうぞ。それだと知識が広く浅くなりすぎていざ現場で実装しようとした時に手が動かないっていう批判もあると思うんですよ。真のプロフェッショナルであるためには一つの技術を骨の髄まで理解するディープな学習も必要なんじゃないですか。もちろん最終的な実装フェーズでは深い理解が絶対に必要です。でも現代の開発において最初から全てを深く知っておくことなんて物理的に不可能じゃないですか。それはそうですね。毎日新しいフレームワークが出てきますからね。多読の真の価値っていうのはいざ未知のバグや新しい要件に直面した時にそもそも何を検索すればいいのかわからないという最悪の事態を防ぐことにあるんです。なるほど。自分が何を知らないかを知っている状態をあらかじめ作っておくわけですね。地図とインデックスさえあれば必要になったその瞬間にオライリーのデータベースに深く潜ってそこから徹底的に読み込めばいいんです。確かに。重要なのは知識をすべて所有することではなくて知識への最短経路の引き出しをどれだけ多く持っているか。いやー、ここまでの流れ非常に美しいですね。Apple シリコンネイティブの IME で物理的なタイピングの摩擦をなくしてコードレビューでチームとしての品質と知識を底上げする。そしてオライリーの多読で自分自身の脳内インデックスを常に最新に保つ。これで私たちは理論上どんな困難な開発プロジェクトも乗り越えられる最強のエンジニアリングサイクルを手に入れたわけです。論理的なシステムの最適化としてはもう完璧に近い状態と言えるんじゃないでしょうか。しかしですよ。はい。現実世界にはどんなに優れたツールを使ってもどんなにコードを美しく保ってもどうにもならない巨大な壁が存在しますよね。エラーログも吐き出さず API の使用書も公開されていない最も厄介で複雑なレガシーシステム。それがリアルな人間関係というわけですね。そうなんです。最後の資料、懇親会でぼっちにならないテクニックですね。これまでのシステマティックな話題から一転して非常に泥臭くて、でも多くの人が最も頭を抱える問題です。どれだけ技術が進歩しても対人関係という摩擦はなかなか消えませんからね。今これを聞いているあなたもカンファレンスとか勉強会の後の懇親会で飲み物が入ったグラスを片手に壁際に立ち尽くして必死にスマホで意味もなくスクロールを繰り返した経験ありませんか？私はあります。
ふふ、多くの人がうなずいていると思いますよ。資料の筆者の方も、知り合いがいるイベントでさえぼっち感を味わうことが多いってあからかに語っていますよね。ここで興味深いのは、人間関係における摩擦の原因なんですよ。マシンの摩擦が処理速度の限界から来るように、懇親会での摩擦は心理的な脆弱性から来ているんです。脆弱性ですか。それって単に内向的だから勇気が出ないっていう話とは違うんですか？もちろん勇気も必要なんですけど、その根底にあるのは一種のインポスター症候群。つまり自分を過小評価してしまう心理なんですよね。インポスター症候群。自分はここにいる資格がないんじゃないかって思っちゃうやつですね。ええ、懇親会の会場を見渡すと、他のエンジニアたちはみんな優秀で、すでに完璧なネットワークを構築して楽しく談笑しているように見えますよね。見えます見えます。みんなすごいキラキラして見えます。そこに自分が入り込んだら、大した知識もないのにって見通されて拒絶されるんじゃないかという恐怖。つまり、他人の表面的な成功と自分の内面的な不安を比較してしまうバグが脳内で起きているんです。わかります。自分以外の全員が裏でこっそりペアプログラミングをしているような疎外感ですよね。知り合いがいるのに孤独を感じるっていうのも、その知り合いが他のすごい人たちと話しているところに割って入るのが怖いからだと。その通りです。でも現実には、その会場にいる人間の大半が、あなたと全く同じように、誰か話しかけてくれないかなとか、自分はここにいていいのだろうかっていうバックグラウンドプロセスを走らせているんですよ。なるほど。誰もが同じ未定義の API の前でどうリクエストを投げればいいか分からず立ちすがっているわけですね。ええ、全員が同じように不安を抱えているんです。そう考えると、少し気が楽になりませんか？確かに自分だけだないんだって思えますね。でもじゃあそのお互いに探り合っているデッドロック状態をどうやって解消すればいいんでしょうか？やっぱり勇気を出して突撃するしかないんですか？いえいえ、筆者が提案しているのは、完璧なコミュニケーション強者になろうとするのではなく、システムにほんの少しのフックを用意してあげるという非常に現実的なハックなんです。フックですか？具体的にはどんな？例えば、すでにできている3人くらいの輪の物理的な端っこにそっと立ってみる。これだけでも十分なシグナルになります。ああ、なるほど。参加したいですっていうフラグを立てるわけですね。そうです。あるいは首から下げている名札をただの名前表示ではなくて、自分の興味とか最近触っている技術を書いた UI コンポーネントとして機能させるといったアプローチですね。名札を UI コンポーネントにする。それはエンジニアらしい素晴らしい発想ですね。相手に対して私はこういうパラメータを持っていますよ。ここを叩いてくれればレスポンスを返しますよっていうエンドポイントを明示してあげるわけだ。まさにその通りです。コネクションのきっかけという最初の1リクエストを送るための心理的コストを自分の側から下げてあげるんです。これが人間関係の摩擦を減らすための最も効果的な設計と言えますね。いやー、懇親会で壁際に立っているのは実はポートをすべて閉じているファイアウォール状態だったんですね。ええ、誰もアクセスできません。少しポートを開いてリクエストを受け付ける準備を見せるだけで結果は大きく変わるかもしれないと。そういうことです。機械と人間のインターフェース、チーム開発のプロセス、脳のインデックス構築、そして対人関係の構築。すべてはいかにして無駄な摩擦を取り除き、スムースな情報のやり取りを実現するかという一つのテーマに収束していくのがお分かりいただけたかと思います。本当にその通りですね。今日お話ししてきたライフサイクルの最適化、あなたはどう感じたでしょうか？最初はキーボードの入力ラグなんて些細なことだと思っていたかもしれませんが、そのコンマ数秒の摩擦がフロー状態を破壊してしまいますからね。それがチーム全体の技術的負債につながり、知識のアップデートを怠れば負債はさらに雪だるま式に膨らんでいく。そして最終的にそれを解決するための人間同士のコミュニケーションすらも心理的な摩擦によって阻害されてしまう。すべてはつながっていました。システムは単一で動いているわけではなくて、すべてが相互に影響を与え合うエコシステムですからね。どこか一つの摩擦を減らすことは、必ず別の領域のパフォーマンス向上に波及するんです。明日から仕事に向かうあなたには、ぜひ自分の周りにある当たり前になってしまった摩擦をもう一度見直してみてほしいと思います。そして最後に、私たちからあなたへ、このサイクルをさらに前進させるための新しい視点を提案させてください。何でしょうか。もし、コードレビューがソフトウェアの欠陥を見つける最も効果的な方法であり、
それがチームの知識を同期させる最高の手段だとしたら、はい。私たちの懇親帯での振る舞いとか人間関係の構築にもこのコードレビューの仕組みを導入できないでしょうか。ほう。ソーシャルインタラクションに対するコードレビューですか？ええ。懇親会って本番環境に一発勝負でデプロイしているようなものですよね。だから怖いし失敗したらどうしようってなる。間違いありません。でも、もし気の置けない同僚と一緒に参加して、帰りの電車の中で、今日の私のアプローチどうだったとか、あそこはちょっと自分の話ばかりでロードバランシングがうまくいってなかったね、なんて優しくレビューし合えたらどうでしょう。ああ、なるほど。社会的な不安のバグ出しをチームで共有できたら、人間関係の構築っていう最も複雑なレガシーシステムも、もっとロジカルで、少しだけ楽に攻略できる気がしませんか？それは非常に面白いアプローチですね。心理的安全性が確保された状態での社会性のペアプログラミングと言えるかもしれません。失敗を個人の質ではなく改善可能なプロセスとして捉え直す素晴らしい視点だと思います。ですよね。だから次の勉強会ではぜひあなたもソーシャルレビューを見つけてみてください。そしてもちろん今お使いのキーボードや IME にラグを感じたら迷わず環境をアップデートすること。それが全ての始まりですからね。指先から脳内、そして人とのつながりに至るまで、全ての摩擦が消え去った時のあのクリアな感覚をぜひ味わってみてください。それでは今回の深掘りはここまでです。明日からのあなたのシステムがエラーなくスムーズに稼働することを願っています。